ます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、コンテナ特許を取って建築を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。今日はですね、黒船ホテルさんの現場からのお届けです。実際に先行してできた部屋に泊まりながら、いろいろ見ていくといろんなものが見えてくるなというレポート兼、学びを提供します。それにしても全室オーシャンビューのこの下田の海が一望できてめっちゃ開放的なんですよね。インテリアデザインよりこの景色の方が正直空間力高いなって思っちゃってます。で、今日のテーマである、仕上がりが悪いのは仕上げた職人が下手なわけじゃないよっていうお話をしたいと思います。インテリアデザインにおいて気になるのが仕上げですよね。左官にしてもクロスにしても塗装にしても仕上がりが悪いとなんでこうなったんだって思いませんかね。で、今も泊まっている客席でですね、こうやって自分の作った空間の仕上がりをぐるぐる見回りながらですねお話ししてるんですけど、でもそれって仕上げている職人さんの腕のせいではないことって結構あるんですよね。じゃあ何が原因っていうお話なんですけれども、下地が仕上がりに影響を与えているっていうことなんです。なので仕上げ方を想定した適切な下地を作ることで仕上がりは綺麗になるんです。これが今日の結論。でもどういうことなんでしょうかね。それってちょっと現場での実体験をもとにですねちょっと考えてみたいと思います。すいません。今日、泊まっているその黒船ホテルさんのリノベーションのワンフロアが先行してね、完成してるんですけど、その前に検査を行ったんですけど、仕上がりがあまり良くない状況でした。何かね大きな不備があるわけじゃないんですけど、壁の入り積みですねとか、柱と壁がぶつかるところの仕上がりとかですね、細かいところの仕上がりがあんまり良くなかったんですよね。で、お客様もそれは、気づくところなんです。あとすいません、間接照明のスポットライトが当たったところがですね、こううねうねと光が綺麗に伸びていなかったりするんですよね。普通これ一般の人が見たらですね、下手なクロス屋さんだなとか雑な塗装だなって言われちゃいそうなんですけど、実は今回の場合はほとんどの原因が結構下地にあったりするんですよね。全部が全部ってなのかっていうのはちょっと疑問なんですけど、でも大部分そんな感じがしています。そもそも下地っていうのは何っていうと、クロスや塗装、左官などを仕上げる前の状態のことを言っていて、それは石膏ボードだったり合板だったり木材とかのことで仕上げると見えなくなっちゃうようなところです。実はこの下地に段差があれば仕上げてもその段差がそのまま出ますし、下地がうねうねと曲がっているような状態で仕上げればですね、いくら綺麗にしようとしてもそのままうねうねって仕上がりが出てきちゃうんですね。合板に左官をしたりすると今度アク出たりとか汚れのようなシミですよね、出てくるんですよね。なので一回シーラーっていう塗料を塗ってから仕上げたりもしますし、そもそもその下地の上に適切な下地を貼り直す方が、ボード貼ったりとかね、違う下地を貼ったりした方が早かったりもして、下地を壊した方が工事的には早く終わるってこともよくあります。
また壁の下地が斜めっていることも古い建物にはよく見られるので、例えばクロスと左官とかの仕上げの切り替えがあると、その切り替え部分がきれいにいかないことっていうのもあるんですね。今回の黒船ホテルさんの工事では古い建物で、壁が少し、たわんでいたり、柱と壁が水平になっていなかった。これはプラン的にもなってなかったりもするんですけど、下地自体が、パッと見綺麗にたとえ見えていても中身の状態が悪かったりとか、決して目視だけではわからないこともあるんです。実際、全部下地を、新規で組み直せば良いのかもしれませんが、そうすると部屋がちっちゃくなってきちゃうし、既存利用できるものを利用しながらコストを落とすっていうこともできなくなります。要するに内装全部取り除いて新しく建てれば、それは結構綺麗になるんですけどねっていう話になっちゃうんですよね。今の時代ですねすでに建っている建築物をいかにうまく利用しながら、使い続けられるかっていう結構課題に、僕たちだけではなくいろんな設計者がその問題に立ち向かっていると思うんです。全部壊して作り直すのは結構簡単で、古いものを生かしながら新しいものに作り変えていくことの方が、結構大変で必要な時代っていうのもあると思うんです。ちょっと話はそれちゃったんですけど、下地次第でね、要は仕上がりの綺麗さにつながっているっていうのはちょっと理解できましたかね。解体後に、木工事とかの後とかに、仕上げ工事がちょっと入る前に綺麗に仕上がるかっていうのをチェックして、適切な指示を現場にできるかっていうのが結構大切なんです。とはいえこれって結構難易度高いっすよね。僕だって完璧にできるか分かんないんで、それは結構現場判断とか指示が結構難しいポイントだったりもします。それでも経験値や見る数がたまれば、それもだんだん慣れてくると思うんですよね。今日は、実は、インターン生というかこの学校の、生徒さんの候補生みたいな方と一緒に来て現場を見ていたんですけれども、今日のところそういったところにつながる、実務につながる、学びというのが現地でお話できたら、なおいいなって思って、今日も一日頑張ろうかなと思っています。そうですね、今日は仕上がりが悪いのは仕上げた職人が下手ではないというテーマでお話ししてみました。結論はしっかりチェックしようねというお話です。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを LINE グループで毎日共有しています。今日のお話で疑問に思ったり、実際やりたいなって思った方は一度覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。